皆さんこんにちは。今回はボカロ MV 制作における歌詞の感情とテキストアニメーションの種類をテーマにして解説していきます。まず最初にテキストアニメーションは大まかにこの4つの要素でできています。1、スケール、回転、不透明度。これはアフターエフェクツのメインのパラメータであるトランスフォームに用意された4種類です。この4種類のパラメータで大抵のアニメーションは表現できます。テキストアニメーションのセクションはインのアニメーション、保持のアニメーション、そしてアウトのアニメーションの3つの要素に大別できます。この時テキストのトランジションの種類によって視聴者が受け取る印象に違いがあります。例えばこの左からスライドインは自然に視聴者の注目を引くことができます。テキストアニメーションにおいてテキストが左から入って右へ出ていくという方向は一般的に自然な動きとされています。これは多くの言語や文化圏でテキストの読み方や視覚的な進行方向が左から右へと行われることに関連しています。そしてアウトのアニメーションのブラーアウトというトランジションには静かで穏やかな印象を与える効果があります。ブラーアウトのテキストが次第に消えていく過程は感傷的な雰囲気を強調し、メランコリックな雰囲気の歌詞と相性がいいです。このように動画詞は歌詞の感情に相性の良いテキストのトランジションを選択する必要があるのです。テキストアニメーションによって歌詞の感情やメッセージをより鮮明に伝えることができます。テキストアニメーションの種類は無限にあると思いますか？大きく捉えると実際には限られた種類に分けられます。こちらをご覧ください。テキストアニメーションを種類別に分類したものです。ボカロ MV で使用されている複雑なテキストアニメーションも分解するとこれらのアニメーションの組み合わせでできています。今回の動画ではこのテキストのトランジションと歌詞の感情の相性について解説していきます。まず1つ目はカットイン。最も単純なトランジションです。テキストが急に画面内に出現するアニメーション効果です。画面外からテキストがスムーズに移動してきたりフェードインするのではなく、一瞬でテキストが表示される効果を指します。普段当たり前に使用しているトランジションですが、このカットインにも見ている人に与える印象というものがあります。カットインの効果は強い印象を与えることができ、感情的なハイライトやクライマックスの部分に適しています。相性のいい歌詞の感情をまとめました。驚きや衝撃、強調、緊張と興奮、リズムに合った演出が挙げられます。この画面では気になる項目などがあれば一時停止をしてゆっくりご覧ください。ではトランジションにはインとアウトのアニメーションがあります。こちらはアウトのアニメーションのカットアウトです。こちらはカットインの逆でテキストが急に消える効果を指します。カットアウトはテキストの消失を素早く劇的に示すための効果であり、特に感情的な強調やシーンの転換を強調する際に有用です。相性のいい歌詞の感情はドラマティックな終わり、突然の転換、驚きや衝撃、テンポの変化が挙げられます。これらを見るとカットのトランジションはショックや驚きを与えるので、よく考えて使用しなければいけないことがわかります。あとテキストのすべてのトランジションに言えますが、テキスト全体をまとめてアニメーションをつけるのか、単語ごとにつけるのか、文字単位でアニメーションをつけるかで与える印象は大きく変わります。例えば文字単位で順番にカットインさせると、いわゆるタイピングインと言われるアニメーションになります。タイピングインは1文字ずつ表示される効果です。歌詞のリズムやテンポに合わせて使うことで歌詞のリズミカルな部分を強調することができます。では次はフェードインです。フェードインは徐々に不透明度を上げて徐々にテキストが現れるアニメーションです。これも一般的で単純なトランジションです。フェードインは最も自然なテキストの出現を表現できます。この自然な出現によりテキストに緩やかなエネルギーやムードを与えます。フェードインのスピードを遅くすると感情的なシーンや静かな場面と相性が良く、視聴者はより注意深くテキストを追うことができます。そしてフェードインのスピードを速くするとダイナミックな効果をもたらし、視聴者の注意を一気に引くことができます。エネルギッシュな場面やアクションシーンに相性が良いです。そして文字ごとにランダムな順序でフェードインする場合、視聴者に驚きや興味を引く効果があり、テキストの出現にリズムや動きを加えることができます。ボカロ MV を含むリリックビデオと相性が良い表現です。フェードインと相性のいい歌詞の感情は優しさや温かさ、静けさや幻想、
切なさや感傷、ロマンチックな瞬間や愛情の深さが挙げられます。そしてフェードアウトは徐々に透明になりながら消えていくアニメーションです。フェードアウトは自然な消失により情緒的なシーンに適しています。相性のいい歌詞の感情は別れや終わり、切なさや哀愁、夢や幻想の終わり、深い余韻が挙げられます。次はスライドインです。スライドインはテキストが一方向から画面内にスライドしながら現れるアニメーションです。テキストが滑らかに画面内に移動してくることで視聴者の注目を引き、スライドインの動きが歌詞のリズムや感情に合わせて調整されることでエモーショナルな演出が可能です。さらにテキストがどの方向から入ってくるかによって異なる表現が可能です。こちらは方向別のスライドインのアニメーションです。上方向からのスライドインは自然な流れを持ち、新しい情報の登場やセクションの開始を示す効果があります。タイトルやヘッドラインの表示に向いており、新たな始まりやスタートを象徴することができます。次に左方向からのスライドインはより自然に情報が入ってくる感覚を持たせます。自然に情報の進行や連続性が示されるのでストーリーテリングに効果的です。下方向からのスライドインは自然な流れと逆行してテキストが意思を持って入ってくる様子を表現できます。なので強いメッセージを伝えるのに効果的です。右方向からのスライドインは自然な流れに逆らうことになるのでダイナミックな効果が生まれ、要素が力強く入ってくる様子を表現できます。左から入ってくるよりもエネルギーやインパクトをアニメーションに与えます。スライドインはシンプルな動作で非常に規則的で機械的に見えます。使用するときは他のアニメーションと組み合わせたり一手間を加えるといいでしょう。相性のいい歌詞の感情はポジティブなメッセージ、興奮やエネルギー、楽しい雰囲気、一体感や結束が挙げられます。次に紹介するトランジションはフライイン。フライインの効果は画面の周りから画面内に飛び込んでくるアニメーションです。フライインという呼び方は広い意味を持っているので他のトランジションを含んでいます。例えばこれらのスライドインやズームのアニメーションもフライインと呼べます。ここではフライインはテキストが画面に飛び込むアニメーションを指します。単純な直線だけでなく曲線やカーブを描いた軌道も適用できます。このようにフライインは速度や方向、加速度などの調整により表現は様々なので一概には言えませんが、テキストが飛び込むわけですから視聴者にダイナミックな印象を与えます。なのでテキストの導入やタイトルの表示、重要なメッセージの強調などで使用されます。視聴者の興味を引きテキストを目立たせます。相性のいい歌詞の感情は新たな始まりや登場、アクションとエネルギー、愛や感情の告白、好奇心と関心が挙げられます。これについてもアニメーションが多種多様なので一概に言えませんが、総じて前向きな歌詞との相性がいいです。次に紹介するトランジションはズームインです。カメラで文字にズームしていく動きです。ズームインはテキストが画面奥から拡大しながら手前に動くアニメーションです。特に重要な情報やタイトルなどを魅力的に表示するのに適しています。テキストが大きくなることでその重要性や影響力を視覚的に強調します。相性のいい歌詞の感情は驚きや緊迫感、力強い歌詞のハイライト、集中と進化、ドラマチックな瞬間が挙げられます。そしてズームインの対象としてズームアウトがあります。これはカメラで文字から遠ざかる動きです。つまり見た目上はテキストが小さくなりながら奥に動くアニメーションです。テキストが遠ざかっていく様子がシーンの終わりや情報の終わりを意味づけるのに適しています。さらに情報が次第に消えていく効果を生み出します。相性のいい歌詞の感情は広がりや壮大な感情、開放感や解放の瞬間、離れている相手を思う感情、回想や過去の思い出が挙げられます。これらズームの動きに共通している点は視聴者の視線を引き続き保ちながら情報を伝えることができます。そして視覚的に空間に奥行き感を与えることができます。次に紹介するトランジションはワイプインです。ワイプインはテキストが移動してくるわけではなく特定の方向から徐々に表示されていくアニメーションです。テキストの登場をスムーズに演出するために用いられ
情報を段階的に明らかにしたい場面で使用されます。左から右、上から下にワイプするのが自然で、テキストが表示される方向や速度、表示される広がりの幅によって異なる効果を生み出します。相性のいい歌詞の感情は、謎めいた雰囲気、ストーリー性のある歌詞、緩やかなメロディー、落ち着いた場面が挙げられます。ただ MV のトランジションで単純なワイプはあまり使われていません。単純なテキストのワイプはフラインなどと比べると動きが少なくてダイナミックさに欠けます。さらにテレビ番組のテロップで頻繁に使われているため、現代の洗練された MV に使うには古臭く感じられます。そしてワイプは他のトランジションとの組み合わせも相性が悪いです。なので他のレイヤーやバックグラウンドと絡めてワイプするなど独自のアプローチやアイデアが必要になります。次に紹介するトランジションはスケールアップです。テキストが徐々に大きくなりながら画面内に現れるアニメーションです。テキストの拡大は強い感情や重要なメッセージに使用し、テキストが視覚的に印象付けられ、視聴者の注目を引く効果があります。相性のいい歌詞の感情は、感情の高まりの表現、メッセージの強調、怒りと悲しみ、緊張や不安の表現が挙げられます。では、アウトのアニメーションのスケールダウンは、テキストが縮小して消えていくアニメーションです。テキストが縮小する過程をアピールするために使われます。視覚的に遠ざかる印象を与え、寂しさや孤独感を表現します。相性のいい歌詞の感情は、寂しさや孤独感、遠くへの旅や変化、謙虚さや謙遜を示す感情、深い感情や思考が挙げられます。次紹介するトランジションは回転です。テキストが回転するアニメーション効果を指します。回転は他のアニメーションと組み合わせて使うことで、情報や要素の強調や興味を引く効果を生み出します。相性のいい歌詞の感情は、興奮や活気、混乱や複雑さ、変化や進化、視点の変化などが挙げられます。次紹介するトランジションはブラーインです。テキストがぼやけた状態から徐々に鮮明になるアニメーションです。この効果はテキストが徐々にフォーカスされてくる過程を表現し、視聴者の注意を引きつける効果があります。歌詞に謎めいた要素や深層的な感情が含まれている場合、その雰囲気を強めることができます。相性のいい歌詞の感情は、神秘的な感情、謎めいた感情、感傷的な感情、変化する感情などが挙げられます。では、アウトのアニメーションのブラーアウトは、テキストが鮮明な状態から徐々にぼやけて消えていくアニメーションです。情報が徐々に薄れていく様子が静かで穏やかな印象を与えます。フェードアウトに近い表現となり、テキストがぼやけていくことで視聴者に感情的な余韻を残す効果を持ちます。相性のいい歌詞の感情は、幻想的な感情、別れや終結の感情、感傷的な感情、消失や遠ざかりの感情が挙げられます。ここまで解説してきたトランジション効果の理解の他に、動画師にとって重要な要素がいくつかあります。1つ目はアニメーションスピードとタイミング。ここまで触れてきませんでしたが、これらテキストアニメーションに適切なタイミングとスピード、緩急を設定することでクオリティは劇的に上がります。そして次にタイポグラフィー、つまりフォントの種類、テキストの配置や文字間などのレイアウト設定のことですが、アニメーションの視覚的な品質に大きく影響を与えます。さらにカラースキーム、これは配色のことを指しますが、作品中のテキストの色や背景を含めた画面全体の配色は世界観に大きく影響します。選択するカラーパレットによって視聴者に伝わるメッセージは変わっていきます。さらにもっと言うと、背景や環境の設定なんかもあります。テキストの他にアクセントになるモーショングラフィックス要素の追加なども重要になる場合があります。そして最後に追加するならテキストエフェクトです。アフターエフェクトのエフェクトをテキストに適用していろいろな表現を試してみてください。ここではエフェクトのブラインドでテキストを斜線表示にしてチョークで文字が解けるようにアウトさせています。エフェクトの知識はワンランク上のオリジナルのアニメーションを追求するために必要です。いかがだったでしょうか。今回テキストアニメーションと歌詞の感情について解説してきました。
このようにアニメーションの種類を深く理解し、それぞれの効果の傾向を把握することは非常に重要です。今回基本となるテキストアニメーションの種類を紹介したのですが、これらを組み合わせることでミュージックビデオで使用されているような複雑なテキストアニメーションが作られています。今回技術的なことには触れていませんが、アニメーションのスピードや緩急、タイミングを微調整することで同じアニメーションでも異なる印象を与えることが可能です。それが動画師の大きな役割です。この動画で相性のいい歌詞の感情ということで、アニメーションから受けるイメージをそれぞれ挙げました。ですがこれは一部であって、受ける感情は人それぞれだと思いますし、国や文化や環境によっても様々な意見があると思います。今回の動画で最も言いたいことは、テキストアニメーションには様々な感情や物語を伝える力を秘めているということ。それを自分で感じながらアニメーションを制作しましょう。そしてこの知識を生かして感動的な映像作品を作り出してください。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。